皆さんこんにちは。今回はパート5で説明しきれなかった部分を紹介するおまけ編です。パート5ではインテルリテールクーラーを使った冷凍庫 PC の動作確認を主に話しましたが、今回は紹介を省いた項目について話します。ストレージ乾燥時にやっていたことや、PC 動作ありでの結露対策の効果、低温環境で生じた動作不良について思うこと、スコアについて思うこと、これら4項目についてパート5でいただいたコメントや投稿後に分かったことを反映しながら紹介します。また今回の動画は不凍液水冷を動作確認しながら空き時間で作成していたので、パート5を投稿した後、水冷乾燥の作業中に気づいたことも紹介します。マザーボード裏にこんなシミがありました。中古品を購入していたのでもともとあったのか、それとも冷凍庫 PC になった後にできたのか、まあそのあたりは後々紹介するとして、ひとまず話していきましょう。では始めます。まずはストレージ乾燥でやっていたことについてです。どんな経緯をたどったかをまずはじめに紹介します。パート2まで庫内のマザーボードにつけていた M.2 SSD を延長ケーブルで庫外に設置しようとしましたが、転送速度が速い PCIe 接続の延長ケーブルの適用を検討した結果諦め、次に速そうな USB 接続、つまり USB 延長ケーブルを使い、こちらでは庫外設置までできたけど、OS がうまく起動できず諦め、結局 SATA 接続にして庫外に設置したけど、ケーブルの配線でも苦労して、最終的にこの形になっています。ストレージを変えて OS を入れ直すだけなら私自身何度かやったことのある作業だったのですが、ケーブルが冷凍庫 PC の配線に向いているかとか、USB ドライブに OS を入れるとか、紆余曲折して苦労したので、話さずにはいられなくなっちゃいました。そういうことでこの紹介は苦労話っぽくなっていますのでご容赦ください。もし良い商品や方法をご存知でしたら教えてくださると幸いです。で紹介していきますが、前述の通り3種類の接続方法を検討していったので、まずこの3種類のストレージ接続について一般的なことから話します。最近のストレージの接続方式というと PCIe に SATA、USB の3つに大別できると思います。PCIe 接続はデータ転送速度が 3000MB/s とか出せる NVMe の M.2 SSD が挙げられるあれです。また M.2 SSD ならコネクタに挿してネジで固定すれば取り付け完了と、転送速度の速さと設置が楽なのが売りですね。ちなみに M.2 SSD でなくても PCIe スロットを使ったストレージもあるみたいです。SATA 接続は従来の 3.5 インチや 2.5 インチのハードディスク、SSD を使ったものです。転送速度は SATA のバージョンにもよりますが 600MB/s くらい出ます。設置にはデータ通信する SATA と電源が必要なので、SATA ケーブルと電源ケーブルを1本ずつ計2本を使い、通常 PC ケース内にある専用の場所に設置、固定します。PCIe 接続の M.2 SSD と比べると、転送速度と設置の手間、どちらの面も SATA 接続は見劣りします。SATA 接続の良いところは大容量でも他の接続方式のものと比べて安価に購入できたり、安価な分数を増やしてレードなどを適用しやすかったりがありますが、今回は割愛します。USB 接続はいわゆる外付けのストレージです。USB メモリをはじめ、外付け用のハードディスク、SSD がありますが、外付け化するケーブルやキットを使えば SATA 接続のハードディスクや、PCIe 接続で例にした NVMe の M.2 SSD も使えます。ただし転送速度は USB のバージョン、USB2.0 や 3.0、3.1 などに依存します。うろ覚えの数値になりますが、NVMe の M.2 SSD の転送速度は 3000MB/s、USB 3.1 は 10Gbps なのでだいたい 1000MB/s、遅い速度に引っ張られるので、この場合は 1000MB/s が適用されます。転送速度の面で USB 接続は、レードなどを無視すれば基本的に SATA 接続以上 PCIe 接続以下って感じです。取り付けや設置については、使う外付けストレージやキットなど製品によって変わるので一概にくくれませんが、最も単純な構成にすると USB ケーブル1本だけにでき、USB 接続なので IO パネルから取り付けられます。PCIe 接続や SATA 接続のようにマザーボードに直接つなげる必要がないので取り付け取り外しが簡単です。
固定方法の自由度は高いのも特徴です。普通は単に PC ケースの近くにただ置いておくだけでしょうか。デメリットというか不明点を挙げるなら、USB 接続のストレージが Windows OS を入れるものとして適切か、という点があり、この点も今回のストレージの話題に関わりました。詳細は後ほど話します。とUSB 接続の良いところって M.2 SSD 並みに構成や取り付けが単純にできて、転送速度もSATA接続以上にできるという、取り付け設置固定といった物理的な面の自由度の高さ、それなりの転送速度という性能面が挙げられます。一般的なところはこんなところです。で、ここからは冷凍庫 PC の場合に話題を移ります。私としては PCIe 接続を使いたかったので、当初 M.2 SSD を使っていました。実際に使っていた M.2 SSD はSATA接続なので転送速度の恩恵はありませんでしたが、将来的に PCIe 接続、NVMe の M.2 SSD が使えるかを判断する布石、実験サンプルとして、またケーブル配線の手間がなく楽だったためです。これは冷凍庫 PC の目標、よく冷えて常用できる、に関係しました。この目標の到達度を確認する手段として、ベンチマークでスコアを見たり、ゲームや動画エンコードなど高負荷な作業を行い動作を見ようと考えています。これらの動作を行う上でストレージがボトルネックにならないように、とりあえず、いいものを使おうという魂胆でした。ストレージがボトルネックになるとか、PC パーツの中で最重要になる動作って限られると思うんですが、そう思いながらも PCIe 接続のストレージにしたかったのは結局、とりあえず、です。動画編集やエンコードなど私が知っている PC 作業の範疇でならストレージの重要性を認識していますが、ゲームやシミュレーションなど私があまり把握できていない範疇ではどうなのか、また普通でも高負荷な作業をさらに重い設定にして動作させてもストレージがボトルネックにならないのかということでよくわかんないから、とりあえず NVMe の M.2 SSD だって感じでした。そんなこともあり、パート2までの冷凍庫 PC では M.2 SSD もろとも冷凍庫内で最低マイナス32度 C まで冷やしていましたが、インテルリテールクーラーの乾燥にあたってストレージを庫外に設置することにしました。経緯はパート5の繰り返しになるので割愛しますが、ストレージを庫外に設置するだけなのに試行錯誤していました。庫外設置するには滞りなく配線できるように長いケーブルが必要です。少なくても50センチ以上、70センチ以上あるとベストって感じでした。加えて冷凍庫 PC では、ケーブルを冷凍庫の内外に配線する貫通部に置いて熱が流入しないようにする。そして湿潤な空気が流入しにくくする。以上の目的で穴埋め処理を行っているので、ケーブルに対してもこれらの処理ができるものを選ぶ必要がありました。こんな条件があったので PCIe 接続を諦めました。PCIe 接続で70センチくらい延長でき、穴埋め処理しやすい形状で、ついでに安価なものと探しましたが見つかりませんでした。PCIe スロットや M.2 スロット用の延長ケーブルの長さはだいたい50センチ以下、長いものもありましたがニッチな商品なのか割高です。形状は平べったいものしか見つからず、現在の穴埋め処理の方法を見直すか変更かが必要だったので面倒でした。ということで次に USB 接続を試すことにしました。データ転送速度が見込め、SATA や PCIe よりも商品の種類が多かったのが決め手です。ついでにパート2の時点でも USB 3.0 の延長ケーブルを使ってたので、延長ケーブルを USB 3.1 のものに変更するだけなら配線するケーブルの本数が増えずに済みます。さらに LAN コネクタ付きで映像音声出力可能な USB 3.1 のハブを、実はすでに持っていました。使っているマザーボード、ASRock Z170 Extreme 6の USB Type-C コネクタでは映像出力できないので、USB 3.0 のタイプを使っていたのですがここになって活躍する機会が来たようでした。で余っていたハードディスクや最近はほとんど使っていなかったノート PC の SSD をやりくりして 2.5 インチ SSD を捻出し、SATA と電源のコネクタを USB 3.0 タイプ A に変換するケーブルを使って外付け SSD を準備しました。あとは OS をインストールして起動ディスクにして冷凍状態でも問題なく動作すればよかったのですが、起動ディスクにできず断念しちゃいました。外付けする SSD に Windows OS をインストールしても USB 接続すると、UEFI
GUI 画面の起動ディスクを選ぶところにそのストレージが表示されなかったので、ここでやめちゃいました。USB 接続のストレージを起動ディスクにすることについてくくると緊急時の対策用だとか、OS が Windows でなく Linux だとか、いくつか散見されましたが、SSD を確保、持ち合わせのもので外付けか、OS インストールの作業で疲れていたところに、起動ディスクの問題が起きたので諦めて妥協、安定のSATA接続にすることにしました。その反面として配線作業の手間は増えています。貫通部を配線するケーブル本数的にはSATAケーブルが1本増えました。ストレージ用の電源はそもそも PC 電源を古代に設置していたので、貫通部の配線本数には影響しませんでしたが、古代は配線が増えたのでさらにごちゃごちゃになっています。2.5 インチ SSD をどう設置するかも苦慮しました。そもそも 2.5 インチ SSD を使う予定がなかったので固定パーツがありません。ですが SSD 自体が動きやすいと耐久性が低いらしいSATAコネクタに余計な力がかかりそうです。結局 PC 電源上に両面テープで SSD を貼り付け、ケーブルは ATX24 ピンなどとまとめて動かないようにしました。今のところ PC 電源が動かない限り SSD の設置状態は問題なさそうです。一方で冷凍庫内のマザーボードに接続するSATAコネクタにも色々ありました。そもそも庫内のマザーボードはすっぽり入った状態だったので作業スペースが狭かったんです。まあマザーボードの設置位置や向きを変更すれば、ATX サイズが入るくらいは変更できる作りにしていたので問題はないのですが、実験用のマザーボードが ATX サイズだったので、後々導入する氷蓄熱システムのスペースを当初より拡張していたら、現状の設置状況にしていました。結局狭い。で狭くて問題になるのは、マザーボード側面にある IO パネルやSATAコネクタにケーブルを差しにくいことです。そんなわけで HDMI や USB は L 字のものを使っていました。ここでSATAケーブルが追加、さらに IO パネルの位置と向きが真逆と、作業スペースがさらに必要です。さらに先ほど話したようにSATAコネクタの耐久性に不安があったので無理やりな配線は回避することにしました。で結局使ったSATAケーブルは片方のコネクタが上 L 字、長さは1メートル、断面形状は丸、価格1000円のものでした。幸いなことに目的にジャストフィットした商品がお手頃な値段で売られていました。で買ってすぐに余分なところをカット。耐久性に不安があるとか言いつつも物理的な加工をしてスペースを確保しました。こんなことがあり、やっとのこと前回パート5で紹介した冷凍庫 PC の状態になっています。ストレージ乾燥だけなのに苦労したので、今回話したいことはほとんど話しました。この話題だけでここまで動画時間を使っちゃいましたが取り上げたかったんですよね。以上、パート5の動作確認にあたって実施したストレージ乾燥と配置変更についてでした。次は PC の動作確認した上での結露対策の効果と実績についてです。パート4では PC パーツなし、PC 動作もなしという条件で対策の効果を見ていたので、パート5が実戦投入となり効果を確認しました。早速結果です。冷凍状態で PC を動作させベンチマーク等で庫内の空気を加温、再度冷却を繰り返した上で、冷凍状態から室温に戻した時の湿度は 40% 未満に抑えることができました。霜もパート4と同様にケルチェ素子を使った除湿機に集中しており、庫内の壁面や PC パーツには見受けられません。また水冷化乾燥に伴って PC を解体した際に改めて PC パーツを観察したところ、以前マザーボード固定ネジとマザーボードの間に生じていた白色粉末は今回できていません。期待した効果が確認できました。よかった。パート4で得られた結果と比べると湿度は上がっています。やはり PC 動作に伴う庫内空気の温度変化は結露に関わる要因の一つになっているようです。ペルチェ素子を使った除湿機で霜を回収できるレベルで良かったですが、やっぱり低温環境での PC 動作は危ないんですね。まあ当然の話なんでしょうけど、この結露対策で対処できると分かったので OK です。現在もある程度安心しながら不凍液水冷に挑戦できています。結露対策の効果については簡単になりますがこれで以上です。次はマイナス18度 C 環境で発生した動作不良についてです。パート5の動作確認ではマイナス18度 C 下においてマウスカーソルの動きがカクカクになるといった不具合が出ました。
この動作不良がありながらもベンチマークを続けていくと、OC 設定で電圧を高めた時や、ベンチマーク中や終了後に庫内温度が高まった時に動作が改善する傾向が見られました。他にベンチマーク後の温まった庫内の空気を早く冷やせないかと色々試す中で、ファンの回転を遅くして庫内の空気循環を弱くすれば、自作蓋からの熱流入が小さくなるんじゃ、という狙いで、ファンの回転数を遅くしてみたらこちらでも動作が改善しました。庫内温度はそのまま PC パーツ自体の温度に関与します。電圧は電力の供給量に関係しそうなので、電源制御系っぽいです。ファンの回転数は主に PC パーツの冷やし方。これも PC パーツ自体の温度に影響しそうです。で、電力とか温度とかがありましたが、関係する電子素子というとコンデンサがありました。ざっくりとした説明になりますが、コンデンサの中にある電解液が温度によって特性が変わり、低温では性能低下します。温度とともにコンデンサの性能が低下すると、コンデンサを使う電子機器、つまり PC も連鎖的に性能低下するのでしょう。PC の低温時動作不良の代表例は、冬の朝など PC が冷え切っている時に起動させようとすると起動失敗する、です。こちらは PC 電源由来なのですが、冷凍庫 PC の場合は PC 電源を冷やさないよう庫外に設置したため、他に何が怪しいかと思った時に、PC 電源から来た電力を制御、分配するマザーボードかな、となりました。そんなこんなでマザーボードは低温にしすぎるのは良くなさそうという予想のもとに、PC パーツごとに適度な温度、冷却強さを考慮する必要性を考えるようになり、現状はスポット冷却的なシステムの導入を考えるに至っています。で、ここからちょっと話が変わります。マザーボードは冷やしすぎるとまずいのかなと思いつつパート5を投稿したわけですが、CPU 主体のベンチマークスコアの他に GPU 性能はどうという趣旨のコメントをいただき、グラボについて考えが及びました。ちなみに現在の冷凍庫 PC にはグラボを搭載していませんし、動作確認で使用しているベンチマークソフト、シネベンチは R20 なので CPU 主体でしか見ていません。今のスタンスを明言していませんでしたが、今はいろんな冷却方法を試して目標を実現できそうな方法を模索しています。良い感じに言い換えれば、シンプルな PC 構成で冷却方法を主体的にやっているという感じでしょうか。ですが最終目標は、よく冷えて常用できる、なので先ほどの繰り返しになりますが、ゲームやシミュレーション、動画エンコードで動作を見たいなぁと考えています。で、ゲームなどの動作に関わる PC パーツというとグラボがありますので、将来的には冷凍庫 PC でもグラボを搭載して、グラボ込みの発熱を処理できるようにしたいわけです。今のうちからも時折グラボはどう冷やそうかなって考えているのですが、今回の動作不良を通して、今回のマザーボードみたいにグラボ全体を低温にしてしまったら動作が悪くなるのではと思いました。グラボにも計算処理に特化していて発熱が大きいプロセッサー部分があるので、OC などで十二分に性能を発揮させるためにも可能な限り冷やしたいのですが、一方でプロセッサー周りの素子は今回の動作不良を踏まえると適切な動作温度範囲がありそうです。となるとグラボ全体を一律に低温化したら今回のような動作不良が発生するかもしれません。そんな予想を踏まえ一律の低温化は良くないとすると、一部の水冷化キットは冷凍庫 PC に適していないのかなとか、水枕でスポット的に冷やして他の部分は放熱巾とか別手段で冷却がいいかなとか想像しています。で、このことを考えていたらマザーボードの水冷化も同じようなものだったのを思い出しました。私が知っていた水冷化対応マザーボードは CPU も一律に冷やすタイプでしたので、このあたりも今後購入、構築する PC パーツの構成に関わりそうです。こう思うと冷却性能の向上目的で低温化させるのって難しいんだなとちょっと思ったり、まあいずれにせよ気になったことはいろいろ試すとして、今回の動作不良から今後どうすべきかの一端が見えたような気がする、という感じの話でした。次はパート5で取得したスコアと、他 CPU スコアの比較についてです。パート5で取得した最高スコアは 4.6GHz、1.375V 時における2386ポイントでした。CPU は i7-6700K です。このスコアをあるウェブサイトを参考に他 CPU のスコアと比較すると、1世代後継の 7700K より高く、2世代後継の 8700K より低い、というものでした。
当時の私は感覚的に2世代合計に迫るんじゃないかな、と期待していたので正直残念だったのですが、なんで 7700K と 8700K のスコアはこんなに差があるんだ、と疑問に思いました。調べたら単純に CPU のコア数やスレッド数など根本的な仕様が違っていたからのようです。今思うと CPU の進化というか遍歴というか、最近の動向を知っていれば予測できた結果な気がします。期待した結果が出ずに、残念、というよりは、そういうものなのか、となりました。というかコアやスレッドのマルチ化の恩恵を実感させられました。PC の性能を順当に向上させるなら、マルチとか並列とか多層とか、個の力より物量なんですね。最新の PC パーツに更新できるとか、システムを並列化できるならそっちが優先度高いんでしょう。一方で高度な冷却が必要な状況というのは、PC パーツの構成が固定される場合のみなんですかね。言い換えれば予算的に更新できないとか、ソフトの相性面などで制約があるとかなら冷却が有効そうです。とベンチマークのスコアから PC 性能の向上とか冷却の意義に思いが至った感じでした。ここまでがパート5で予告した内容でした。最後はパート5後の水冷乾燥時に気づいたマザーボードの裏のシミについてです。はじめにですが現状私では原因究明できていないので、ご存知の方がいましたら教えてくださいという内容です。今更気がついたシミです。気がついた時はいつからあったんだろう、となりました。マザーボード自体は実験用として中古で買っていたので、購入時にしっかり状態を見ておけばよかった、と少し後悔しました。まあそこは今後に生かすとして、このシミはマザーボード上の CPU8 ピンコネクタから、VRM という四角い素子の近く、ヒートシンクの下あたりにできていました。そういえばこのヒートシンクの下に何があるか知りませんでしたが、今回 VRM の勉強ついでにいくつか写真を見た感じ、ヒートシンクの下はチップという可能性がありそうです。チップがあるとすればヒートシンクをつけるくらいですから発熱体なのでしょう。さらに CPU8 ピンや VRM は CPU の電源に関わるので、PC 内でも大きい電力を取り扱うエリアです。大電流の回路だとすると発熱が気になります。そこはかとなくシミも回路パターンに沿っているような。ちなみにゴム手袋越しに指でなぞっても、アルコール入りウェットティッシュで拭いても変化なしです。特に液が染み込んでいると風はなさそうです。コンデンサの液漏れはなさそうですかね。ところで今まで触れていませんでしたが、ベンチマーク時には CPU パッケージの消費電力も見ていまして、前回パート5のベンチマーク最大スコア2386ポイント取得時の消費電力は 102W でした。6700K の TDP、95W を超えています。マザーボードが何 W の CPU まで対応しているかを把握できなかったので、消費電力面での良し悪しは判断つきませんが、ここまでの情報を並べると、熱によって基板化塗料が変質してシミになってしまった気がしてきました。ですが怪しげな要素はいくつかあっても結局は予想止まりで、正確な原因は把握できていません。その後マザーボード、シミなどのワードでくくってもそれらしい情報も見当たりません。OC に関して私が行った設定は、ウェブサイトをいくつか見た限りまだ序の口な方法なので、先人が歩んだ道ならすぐ該当情報が見つかるかなと思ったのですが意外にありませんでした。となると、冷凍庫 PC 特有という可能性も排除しきれないような。と現状のところ不思議なシミの説明はこれで全てです。不凍液水冷後に構造変更が始まれば装置を解体して観察できるので、改めて観察しようと思います。繰り返しになりますが、このシミについてご存知の方がいましたらぜひ教えていただきたく思います。よろしくお願いします。今回の紹介はこれで以上です。動画冒頭でちらっと話しましたが、今回の動画は次回取り扱う不凍液水冷の動作確認の空き時間に作成しました。そんな感じで動画作成と動作確認を並行して進めていたんですが、動画作成はなかなか進まず、対して動作確認の方は順調に進んで、先に動作確認が完了しちゃいました。というわけで次回の不凍液水冷はちょっと早く投稿できそうです。私としても今回の動画作成が遅くなっちゃったのでなんとなく嬉しいはずだったのですが、弊害として謎のシミを対処しないまま動作確認しちゃったので、あのシミが悪化しちゃっているかもしれません。不
凍液水冷もリテールクーラー同様に特に考えなしで冷凍環境を作り、ベンチマークをやっちゃっています。パート5以上におかしな動作不良は生じずに完了したものの、この動画用の話を考えていた時に、あのシミみたいな不安要素を放置して、考えなしに動作確認を継続しちゃったのはやばいな、とか、今度似たようなことがあったら、結露の時みたいに動作確認より優先して考えよう、と思わせられました。冷凍庫 PC の構想当初から故障も加味して実験用の PC パーツ構成で運用しているので、ある程度リスクは覚悟の上ですが、把握した不安要素を放置したまま実行するのは今後なくそうと思います。まあ私が不安に思わなければ元も子もありませんし、不安要素を把握して検討しても、よくわからないことなら多分見なかったことにするくらいざるな感じで進めると思いますが、のんびり進められる個人の動画投稿ですし、一つ一つゆっくり進めていきたいと思います。ではでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。